最初はちょっと胸の形が結構張りがあったので、ちょっと形がこう綺麗になってきたので、よかったなと。脂肪吸引包茎メインで行っている森脇慎です。今回は27歳女性の太もも脂肪吸引からの脂肪包茎、右 300cc、左 270cc 入れた方のマーキングから施術風景、そして術後1ヶ月のダウンタイム、ビフォーアフターを紹介していきます。それでは早速見ながら解説していきます。太もものマーキングですね。解剖学に基づいているので少しずつ人によって違ってきます。脂肪のつき方や筋肉の構造、筋肉の厚みですね。そういうのも違ってきて、皮下脂肪のたるみ具合など人それぞれ違うので、その都度分けてマーキングを考えて行っていってます。次にお胸ですね。お胸大事なのはやはり正中部をしっかりと区別して、そこの線を越えないように注意することですね。さらに乳房下縁のラインですね。そこもきれいに出すことが脂肪包茎では大事になります。どこまで入れるかというのは大事ですね。しっかり丸みのあるお胸を作るために注入を行っていきます。以上が脂肪包茎のマーキングになります。ここから施術風景に入ります。一部グロテスクなシーンもあるので、苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。次にお胸の注入ですね。この方の脂肪かなりきれいなので、この純粋なきれいな脂肪をお胸の方に注入していきます。最初に乳腺下というスペースが一番広い範囲に注入することで、全体的にボリュームをアップすることが可能です。その次に大胸筋内、皮下、大胸筋下の順番に入れて脂肪補強を行っていっています。そしてこのようにカニューレを前後しながら少しずつ注入することで、しこりのリスクを減らしていってますね。この作業を何回も往復して行って、1回 10cc を今回は 270cc なので27回行っているということになります。以上が施術風景になります。それでは1ヶ月後のダウンタイム経過を見ていきましょう。1ヶ月ですねのダウンタイムなんですけど、どうでしたか？最初はちょっと胸の形が結構張りがあったので、これがどう落ち着くかなっていうちょっと不安はあったんですけど、後半になってきて、だんだん落ち着いて、ちょっと形がこう綺麗になってきたので、よかったなと。本当に自然になってきた。そうです。はい。触り方も結構最初あれですよ、硬かったですね。そうです。だいぶ硬かったんですけど、今はちょっと触ると、そんな動かせないですけど、柔らかくなってきたなと思って、ちょっと安心してます。初めてですよね。そうです。はい。やっぱ脂肪補給何回もやられる方多いんですけど、2回3回とボリュームアップしたり、初めてだとやっぱりちょっとダウンタイムとか分かりなくて不安だと思うんですけどね。逆にこっちは硬いですよね。そうですね。まだ全然硬くなってきて、どんどんこれからなのかな。今がピークなんで、ここからもう引いてきて、脂肪筋やった後1ヶ月ぐらいで拘縮っていう硬い感じが出てくるんですけど、今結構太ももとかは硬い感じがあるので、ここからどんどん薄くなってきますね。お胸に関しては、注入すると入れた分の大体半分ぐらいに落ち着いて、そこでボリューム、サイズ感とか、もう変わらない感じになるので、大体もう多分変わらないと思うので、結構定着はしてる方かなと思うので、いい感じかなと思いますね。右が確か300で、左が270。300cc ぐらいが入れる平均かなとは、一応論文ではなってるので、それ以上入れることもあるんですけど、それぐらいでやってあげると、結構きれいに 1.5 から2カップぐらい上がるかなっていう印象なので。痛みとかはどうでした？痛みはやっぱ足の方がきつくて、こう長時間同じ姿勢でいてから違う体勢になるのがちょっと辛かったんですけど、それがなんかここ1週間くらいで急にちょっと楽になってきて、突っ張りがちょっと種類がなんかまた若干変わってきて、そうですよね。だいぶ動きやすくなったなっていう感じです。逆に言うと3週間ぐらい結構辛かったかもです。足が。そうですよね。結構パンパンに腫れるしですよね。それこう帰りは大丈夫でした？帰りはちょっと麻酔がまだ残ってたんですけど、普通に終わってすぐ新幹線乗って帰ったので、大丈夫です。本当ですか？その日にはつけた？つけました。新幹線とかだったらその日に帰っていただいて大丈夫だと思うので、ぜひ遠くから来る人もちょっと交通手段予約とかして来ていただければなと思いますね。しっかりちょっとお胸とかは、硬さとかも文字から自然な感じでなるので様子見てもらって、ただ1ヶ月半ぐらいはちょっとなるべく圧迫とかしないようにしてもらって過ごしてもらえたらなと思いますね。ここ今硬いんで細くなってくるので、ここはちょっと楽しみにしていただければなと思いますね。今後受ける人にアドバイスあります？もうちょっとこう自分の要望を明確にしておくと、真ん中にこう欲しかったなとかっていう要望が一番だったんですけど、他のことはあんまり深く考えてなかったので、なんか左右差があることとか、なんか自分の胸が
どういうふうにどうやりたいとかイメージを膨らましてもいいのかもしれないです。しっかり要望を言ってもらったら、ちょっとねやっぱ限界はありますけど、そのイメージに近づけてやることはできるので、なんか写真とか持ってきてくれればいいかなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にビフォーアフターを紹介します。こちらビフォーですね。アフターでボリュームがアップしているのがわかるかなと思います。比べるとこのような感じです。やはり脂肪補給のデメリットとして、入れた直後より減った感じがしてしまうというのがデメリットの一つです。どんなに良くても脂肪注入した量の半分程度が残ると思っていただいた方がいいので、その分ボリュームが減った感じがすることもあります。しっかりとボリューム出したい場合にはシリコンバッグ補強と併用する、または2回3回と補強を行うというのも一つです。今後も脂肪吸引や補強に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また概要欄の公式 LINE から脂肪補強相談希望と連絡いただけると、毎月5名限定の特別キャンペーンモニターをモニター審査なしで適用とさせていただきます。興味がある方は概要欄の公式 LINE よりご連絡ください。それでは。